こんちは。4G を自由にプレイ、パート2です。今回は氷の強属性チャークを使ってこの世界に吹雪を巻き起こしていくよ。あんまりかっこよくないですね。しかし、武器はかっこいいです。紫に光るフォースオブフォール。見た目は完全に竜属性なんだが、氷って書いてんだから氷だよ。準倍率で属性値も欠けてますが、スロ3と匠紫40でそれなりに強力です。氷属性プラス3と属強で氷属性は590に上昇。いい感じだね。で、やっていくクエストは、これ。大名アッシュ3等クエだよ。氷の強属性といえば、大名アッシュかバサルアッシュですね。3頭もいるので、武器が輝きそう。このクエは半分ネタクエみたいな感じかな。イベントらしい内容になってるよ。ステータス自体は普通なんですが、タイトルの通り、サイズに注目ですね。よしやっていこう。場所は普通の闘技場か。このクエスト、ほぼ初見ですが、最初は大名1頭だけのはずです。ただの G 級個体1頭、秒速で終わらせましょう。いた。ちょっと大きめな感じするけど、驚くほどじゃないな。多分これ、最大金冠クラスだと思いますが、ギルクエコウレベルでもこのくらいのはよく見ますね。問題は、どのくらいで枯れるかですが、スキル構成は対ザザミ特化だからね。惰性1もあるから全攻撃に対処可能だ。氷590からの超高出力。こんなの食らったらこの蚊に爆散しちゃうんじゃないの。ただ、氷590とは言っても、素の属性値は生産のザボア武器が460あります。実は、発掘の属性値下位2パターンは、このザボアファナーに負けてるんですよね。ザボア武器は切れ味が悪くてスロ1だから、スキルを加味するとこの発掘のが強いと思うな。肝心の最大敏火力は負けるんだよな。強属性敏は属性値命だからね。ただでさえ、極限環境では強属は厳しいのに、発掘強属性はハードル高いですね。そのために用意したのがこのクエだ。さあ、思う存分暴れるといい。ファースト調出を食らえ。ダメージ表記がないので手応えは不明ですが、一応、この部分でひるんではいました。ザザミはまんべんなく氷が通るからな。全部位の氷肉質の平均は 26.7 だ。それでいて、物理肉質は渋いですからね。強属性が輝くモンスターとなっています。氷弱点には物理が柔らかく属性が渋いものが多いので、氷強属性が最適解になる子は限られますね。特にギルクエには氷弱点が大量にいるけど、物理が優先されるモンスターばっかりだしな。肝心のラージャンは極限になるせいで石使わない限り属性全カットだし。一応、ザザミアとバサルアもギルクエにいますが、単体クエだと報酬渋いですからね。ダメージでは榴弾を上回ることが多いですが、強属性敏には向かい風な環境となっています。せめて、ここで鬱憤を晴らしてくれ。もう1匹目終わりましたね。まだ3分経ってませんよ。いいね、これがやりたかったんだよ。相手のステータスが低いだけな気もするけど。言うてギルクエ126付近でも5分以内で片付いたりしますからね。ザザミアシュが削りやすいだけな気もします。さて、このクエはここからが本番かな。なんせ、あと2頭残ってるからね。説明文では、でっかいのとちっこいのが見えるとありました。おそらく、次はちっこいのが出てくるでしょう。さあ、1頭目を倒してから、もうすぐ1分。そろそろ入れ替わるはずだが。あと2頭、どうやって出現するんでしょうね。ちょっと楽しみです。生えてきた。わかりやすくちっこいのが出てきた。このサイズ感、いかにもイベントって感じだね。ここまで小さいと可愛いですね。もともと、ザザミ自体がコミカルなモンスターですが。極小個体といえばクックが有名だけど、今作もいろんなモンスターが小さくなってるね。クック原種と亜種に、鉄カブラやババコンが重量級では、グラビもイベクエ限定の極小個体がいるな。シンプルに金冠を埋めたいハンターには救済ですね。体が小さいと攻撃もかわしやすいですし。と思ったら、水ブレスはそのままのサイズなので、かわしやすくありませんね。物理攻撃以外はモンスターのサイズ関係ないからね。明らかに無理があるスケール感だ。もちろん火力とかはしっかり G 級版だから、舐めてかかると普通にお釣りかねないよ。何気に2頭同時ですからね。視界外からブレスを打たれてはたまりません。今ものすごい高速で宿突進してったな。極小個体ではああいう挙動も見られるね。ある程度の移動距離が設定されてる行動は無理やり追いつくようになってるんですよね。
この手の挙動は、元金のローリングが浮かびますね。超高速でエリアを駆け巡ってました。トライ系火山の中央付近でやってたやつだね。主任も楽しそうだったな。そういや、主任もアイスボーン以来見てないね。ワイルズにはいるのかな。元金といえば、アシュは救済されるんですかね。人気投票で最下位は、さすがにかわいそうな気がします。Google のサジェスト1位が最下位ですからね。登場が少ないし、本体あれだし、仕方ないとは思いますが。個人的に一番草なのはマオッキーだけどね。人気シリーズの再開同士で関連付けられちゃってる。その上の臭いも何気にひどいですね。悪臭攻撃を使うのはそうなんですけど。悪臭悪としてはすでにババコンガが内定してますが、主任たちも救われるといいですね。ぶっちゃけ、元金アッシュの印象めちゃ薄いけどな。武器防具もろくなものじゃなかったし。面白けりゃ何でもいいけどね。戦って楽しいモンスターが欲しい。楽しいといえば、アルシュベルトくん良かったですね。ソロクリアは大変でしたが、やりがいがありました。2投目も終わったぞ。合流から2分半くらいかな。なかなか攻撃チャンスがなかったですがいいですよ。もう1投もすぐ終わるでしょう。アルシュベルドの話だけど、彼強かったね。クリアするのに3、4回くらい挑戦したかな。ワイルズチャークになれるのに時間かかっちゃったね。今回のベータテスト、あまり触る時間なかったんですよね。ゲリョスとアルシュベルドはやれましたが。幸い、もう1回テストあるようなので、そこでもうちょっとプレイしたいですね。4K 好きとしては、ワイルズめっちゃ楽しみなんだよな。2月になって MH4 の要素がたくさん公開されたよね。世界観とかストーリー面も期待大だよ。キャラクターの成長を見るに、4の10年から15年後くらいでしょうかね。ランサーとジェマソン以外にもキャラクター登場してくれたら熱いですね。ソフィア、待ってるぞ。ということでクエストに戻りまして、慎重になりつつも順調に削れてますかね。結構危ない場面もあったけど、さすがに普通のザザミくらいなら敵じゃないね。さあ、これが最後の調出かな。氷590を食らうがいい。おお、いい終わり方でしたね。ナイス調出フィニッシュ。6分台でクリアできましたね。クールタイムを含めると1匹あたり2分以下ですか。初めの方にも言ったけど、こういうクエでもないと氷の強属性は活躍しづらいからな。磨いたはいいものの倉庫で眠ってたから、担げてあげてよかったわ。ですね。では、一応報酬を見てみましょう。特別なものはほぼないんだけど、大長老チケットってのがもらえるね。これは、イベクエ限定の報酬アイテムですね。いろいろなイベクエブグで利用します。実際に作れるブグはこの辺りですね。と言っても、大長老チケットだけでは作れませんが。イベクエブグの生産で汎用的に利用するって感じかな。正直、そこまで強いものにはならないね。大長老チケット、地味に 4G 追加アイテムなんですね。あんまり印象になかったです。いずれにせよ、大名3頭クエ、報酬目的ではプレイされてなかったでしょうね。我々も今回の企画で久々に思い出したからな。イベクエ、数が結構あるし。ほい。というわけで氷強属正解でした。見た目の性能はまあまあなのに担げなかった発掘。相手を選べばさすがに強かったですね。ギルクエ136以降ではさすがに使いこなすのが難しいですが。今後もこういう特化型の武器は拾ってネタにできたらいいね。ほいじゃ、次の動画で。またね。